ニ試合の組み合わせは全部で5試合。1試合ごとに6時間のインターバルを挟みます。なお、公平を期すために他の試合を観戦することは不可とします。それでは第1試合 A 対 B、 まずはランダムに3人ずつメンバー発表です。 A チーム1人目、七瀬虹郎。うっさい。哦，怎么这么熟？等一下，日和陽。小杨，そして3人目は伊佐に陽一。はい。ビクってなった。いきなり俺第一試合かよ。続いて対戦相手 B チームのメンバー発表です。誰だ戦う相手は。1人目シグマ恭平、2人目サラマダラカイル。おい、いかちいやつばっかだな。ゴーレムとプレデター。啊，好形象。最後に3人目西给啊，好美。おっす。ちぎりかよ。やりにくいな。勝手したる中ってか。それでは両チームビブスを着用し入場ゲートへ。このチームの中で自分の存在をアピールすることに。这真的完全没有任何的磨合，直接就是跟不认识的人一起上场了。このトライアウトではチームメイトですら完全にライバルになる。はあ、ジョワジョワすっぺな。ジョワジョワ。ここで活躍したらアンダー20代表とかいよいよ来たって感じたべ。ああ、すんません。ジョワジョワっていうのは俺の住んでる地方のドキドキって意味で。ドキドキ。七瀬っす。こいつっす。あ、イサギです。よろしく。法にです。伊萨给场下总是这么的谦逊。僕も購入。日和。啊，这个眼。よろしゅう。お、関西弁。うん、京都人。ああ、京都ならあれだっぺ。やんわり。はんなりじゃない。やらこうなってるやん僕。但是小杨的声音怎么跟我想的有点不太一样？あれ、なんだこの一体感。なんか好新鲜，真的。ロックオフ。下手くそ。殺す。殺伐としてたからな。ずーっと。なんかこのメンバー落ち着くわ。ほんとっすね。実家感ありますね。まあでもこっから先は恨みっこなしっすよ。せやね。このワンゲームに人生かかっとるみたいやし。なりてえべ。日本代表。ぶつけ合おうぜ。但是杰他可能在那种弱肉強食世界里，可能更能吞噬别人的力量。太温柔了，对他会有帮助吗？あ、来た来た。ザコインタンドも。イサギかよ。あれ、知り合いやっけ？うん、まあ元チームメイト。よろしくっす。ありゃ、気にしなくていいよ。ああいうやつだから。来たよ。啊，这队服。お前ら守りは頼むで。マジそれ決定事項。流れ次第だな。行くぞ。トライアウトクリアの鍵はトップ6に対する主張と共存だ。このワンマッチで俺の全てを出すことが絶対条件になる。トライアウト5点選手5対5マッチ。第1試合 A チーム対 B チームを始めます。いざ爆発。うるせえぞ触覚ピンク。黙ってついてこい。まず必要なのはアピール。リン、指導の攻撃。不是吧？他比赛也要这么做吗？アンストッパブル、オレイ。通行手形よこしな。早えなおい。すげえ。
指導の強引なドリブルに反応できるスピード、动起来！ケア早い。さすがセレクション突破組。だったら俺はまずそのサポートに回れ。出せ指導。お、気が利く新入生じゃん。へい。これでいい。試合の入り方を見誤るな。この目で俺にできることを今はただ表現するだけ。行くぞリン。お前の能力を引き出して俺は俺を主張する。リンの欲しい距離感、タイミング、俺とお前が共存すれば初見で止めるのはまず無理だろ。ここだ、最終ライン。外へ抜けるお前へのラストパス。啊，这こう見え見えなんだよ、バカイサギ。ちぎれ。やっぱ簡単。还没跑呢，脸上已经全是汗了。流れ切る。マイブ指導。さっきまで知人にいたのに。でもあの体勢じゃ这マイボールにしても囲まれる。読めるぞ、その局面、その未来。指導の動きに連動しろ。ボールをキープする指導に回り込んでパスをもらえば。ここだろ。绷不住了，这怎么？マジか。どんな体勢から決めてんだよ。俺の細胞は全てゴールを奪うために分裂する。このありえない身体能力が国神を沈めた力。奥神。ボクボク。これがナンバー2、指導流星のサッカー。守備もゲームメイクも二流やけど、点決めることに全振りした肉体ってとこか。はいはい、インストール。大体わかったわ。あの触覚。什么读取信息、输ア出？ウトプットといこうか。俺のアピールはまだ不完全。ボールを奪って仕掛け直さないと。パスの出しどころを探してる。取れる。体とボールが離れすぎ。誘いやがったのかこいつ。あほら、悪いけど俺勝てる勝負しかせえへん主義やから。体強え。相手の強みやなくて弱点を狙う。その分が勝率跳ね上がるやろ。それが勝負の世界の当たり前の鉄則っちゅうことで。潔陽一、A チームのアナはお前や。周りにスペシャルな仲間がおったら相乗効果でレベル上がるけど、単独やと総合値はボンやろ。お前のところからチーム潰した。怎么不算呢？何楽しくくっちゃべってんだ。混ぜろ。ほら、あよ止めな傷広がんで。クソが二人で挟めば取れ。超め。こっちの重心を常にずらす立ち回りと圧倒的フェイントテク。これがナンバー3、カラス旅人のサッカー。什么大鹏展翅？然后呢，蟑螂来了一句超强。致死量までいじり倒しとるわ僕。こいつくせ者。かあ、いいねカラスちゃん。殺し屋カラス旅人。鋭い分析力で相手の弱点を特定したら最後まで。所以伊萨吉他其他的队友就是在那一直站着吗？目つけられてもうたね、イサギ君。なんか詳しいな、日和。あいつと関西の同じユースチームやから。まあ僕から言えることは一つ。弱点狙われるのを諦めて自分のストロングポイントで勝負する。変装してきやがる。だったらリンへのパスコースを無理やり作り出して。他怎么就一直想着要传球了又？タイミングで体ねじ込まれたら。だから言うてるやん。お前は個人戦になったらボンやって。そういや、さっきからずっとそうだ。相手との感覚を測ったり動き出しを防いだり、
カラスの全てのプレーの肝は間合いを制すハンドワーク。足引っ張ったんだ潔一。カバー入ります。3対1でカラス駆除じゃい。いける。潰して奪い返せ。抜き足差し足忍び足。玲玲，赤こっちや。ピンク。こいついつの間に俺の背後に。怎么感觉这场一直打到现在，林就跟那个被削弱了一样？他不是应该是球场上的王者吗？その陰でゴールを奪うシャドウストライカー。忍者の異名を持つ。これがナンバー4、オトヨのサッカー。あとマジで忍者の末裔。说实话，并没有看出什么压迫感。1秒遅いんじゃボケ。ウルヘイ、俺のムーブにジョインしろ。このツートップの破壊力えぐい。このコンビで二次セレクション勝ち上がってきたから完成度はぶっ。哥们儿，小杨是来这儿做解说的，不是来踢球的。やってみ。俺のルートにはカラスがいるから選択肢から除外かよ。俺に合わせろ。ええよ、動いてみ。俺がやってたワンツーの场景再現。一発で取れやすい。いいよりパスワーク超うめえ。ぶち抜いてみろ、天才の弟。おー。遅えよ。じゃあ出せなんだな。引っ込んでろ触覚。お前は俺が止める。哇，还是很刁钻的这个球路。指導の動きを利用してキーパーから自分のモーションが見えない瞬間を狙ったブラインドシュート。やる。やっぱ別格やんけ。いとしりん。ダメだ。全然俺自身がゲームに入れてない。俺一人じゃカラスに潰されるし、俺なしでもリン指導はゴールを決めてしまう。このままじゃ何もできないまま終わる。カラスのマークをかわしてあいつらの攻撃のピースになるにはどうすれば俺はこの試合で存在を示せる。ってイーサギも同じようなこと考えてんだろうけど、还没怎么看到七个里呢。トップ6の4人以外は俺も含めて何も主張できてないのが現状。トップ6にとって俺たちは代わりの利くどうでもいい駒でしかない。だからといって無理やり主張しても空回りしておとりに使われるだけ。ナンバーワンと張り合いに还是很难的，而且这是第一场。に合わせる必要なんてない。俺は俺の武器でフィールドをこじ開ける。哦，撬开。カスワ押し倒してでも俺を見ろカラス。哦，强行让他们传球。この足が欲しくないのか。哦，赤いの。チャンスやるわ。カラス这真就是要自己争取机会，不然他们不会传的。絶妙だ忍者野郎。今ここしかねえだろ。哦，そのスピード上がるぜ。就是他画面这么搞，就是你都看不到他的衔接，就不知道是球是怎么出，就是怎么到每个人的脚下的。自分の存在を認めさせた。ナイボークの位置男だ。使えるねこいつ。これが主張と共存。俺たちトップ6先展现自己的优势，再得到机会才能共存，不然的话完全就是边缘了。花から俺を使う気すらねえ。
日和全体の状況を常に確認しつつ凛とのパスワークを冷静に組み立ててる。あいつも自分にできることをこなすことで必死に試合に入ろうとしてるんだ。じゃあ俺に今できること、ダイレクトシュート。但是又不想就是完全只是在配合，要不然就埋没了自己的这个才华了，还是挺难的。こいつの資格をつけ。ロクザボール。見えとるっちゅうねん。哇，这个手臂！ゴール前そこへね。来た、完璧な弾道。違う、またリンへのパス。いや、どれっしょ。发光蟑螂。指導。何やってんだべ。いただき速攻。カウンターだオペラ。時短でカラス。あっちのコンビはダブルボケか。オチは任せろや。展翅绳，不是他们对另外2个队员就没出现过。あかん、向こうはリーチや。やべえ。てか、なんであいつらぶつかった。感觉这一幕在同一集能出现10次。最適を導き出すリンと感覚で最高を求めて動く指導だから、同じ答えでもプロセスが違うから連動しない。今のは俺のだ。ボート触覚邪魔したますぎ。もしかしてこのツートップ相性最悪。あ、いや、待て。腹減った。あとは飲み物だな。水かお茶か。お、ついでだし七瀬と日和の分も持ってってあげようっと。いや、あら。みんな同じこと思ってた？だべ、やってもうたな。いいよ、これが優しい世界線だ。一戦限りの関係かもしんないけど、再也没见过了。よろしくな。勝負とは流れに乗った者が勝つ。俺はサーファー、波を読む能力でここまで来た。おい、なんか言い出したぞこのプレデター頭。こっちのゴーレムよろしくな。精力真的很可愛。人とは喋っちゃダメ。おばあちゃんにそう教わった。ただの失礼なおばあちゃん子。大波に俺はなる。こいつら無理かも。見よ、これが合わない世界線だ。俺、脳者とケミストリーが起こるのは愛し凛のいる A チーム。それが一番オシャな選択。そして俺以外の2人がオシャであれば、超絶オシャ系軍団で俺のアピールも最高に輝けるだろう。この田中信玄、ションペン生きて下品すぎてノットオシャ、ワニマ純一、手入れ完了。美的センスがノットオシャ、五十嵐グリム、ナムさんフットボール。生命体としてノットオシャ。どうか神様、オシャのかけらもないあの3人と同じチームになりませんように。見よ、これが巨大鼻くそだ。格格不入。ナムアミダブラーって。看完这集，我只能安慰一下自己，说不定经费之类的就是留给后面U20的比赛了，前面就是节省了一点，要不然的话我真的会很崩溃。这做的整体这个比赛完全就是靠 PPT 平移那种方式，就是所有的踢球都是平移，都不说多流畅了，连连贯性都就很难达到吧。就这样子看比赛怎么看啊？有几幕就是他们人物踢球的那个姿势定格都特别像他们那个手游里面直接抠出来的。就是你好歹也是大热运动番，做成这样我真的不知道是怎么想的。一直通篇的都是那种人物的对白和心理活动，声音是流畅，但是跟画面完全是卡的。整场比赛能动起来的画面少之又少，甚至还有一些重复利用的定格。他这么做就是该热血的地方完全热血不起来，即使他想做的热血，感觉好好一热血漫看的都要成喜剧了，就是看着挺乐的。就 Chigli 那块做的稍微好了那么一点点，但是后面紧接着一段意义不明的光污染，没有明白是在干嘛。我最后杰哥的那个拼图也是挺流畅的吧，
不过这场比赛本身漫画我觉得印象都不是很深刻，还是着重交代了一下 Top 6其中的像世道蚁叶和乌羽人他们这能力的这个展示吧，就是介绍一下他们。但是说实话这做出来也没有感觉很厉害。我还挺喜欢小羊的，但是我不知道为什么动画组把小羊的姿势做得非常的阴柔还是什么我也不知道，但是怪怪的，然后时不时还有一些很崩的这个侧脸。这届交代的小羊他之前就认识乌羽人嘛，他们其实还是挺熟悉的，他俩的关系我一直在漫画里还挺期待的。不过虽然他们的踢球技术就是没看出有多么的压倒性，但是人物的这个设定还是帅帅的。其实还好吧，他在第2集做成这样，其实就给我们一个很低的心理预期。后面的集数做的再差，也不会比这更差了。这样的话，后面只会觉得观感越来越好，也是一个计策。他要是120做的非常的令人失望，那我真的要碎了。这是荣耀日的说，我们下期再见，拜拜。